はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語17です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今日は道を尋ねる時の日本語の表現を勉強しましょう。道に迷った時、どうやって行けばいいか聞きたい時に使えるフレーズがたくさん出てきます。今回の動画はこちらの Vlog の一部分です。金沢の近江町市場で私と店員さんが話をしている場面です。私と店員さんは事前に会話の内容を準備していません。日本人同士の自然な会話です。そのためスピードも速いし、使う言葉も少し難しいかもしれません。でも大丈夫です。安心してください。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。重要な部分については私から細かく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。以前、実用日本語シリーズを見たことがある方は、この部分を飛ばして直接練習を始めてください。今日は最初に字幕がない動画を1回見ます。この時、会話の内容が全くわからなくても問題ありません。全体の流れを把握してください。次に私からキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目して、もう一度同じ動画を見ます。次に会話の中の重要な部分について私から解説をします。その後、日本語の字幕がついた動画を一度見ます。そして最後に字幕がない動画をもう一度見ます。一番最初に字幕がない動画を見たとき、全く内容がわからなかった方も、最後に字幕がない動画を見たときには、ある程度の内容が理解できるはずです。そうやってだんだんわかるようになっていく過程をぜひ経験してください。それでは早速始めましょう。まずは一度動画を見てみましょう。字幕がない動画です。この動画は金沢の近江町市場で撮影しました。市場の方がおすすめの寿司屋を2つ教えてくださいました。お店の名前は山さんと大倉です。この2つの店の行き方について説明を受けている場面です。それでは早速見てみましょう。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。あとここにもあるんですね。切り取るけど、大倉ってそこを大倉、はい。順路を右ずっと行ったら、はい。そうですか。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい。左行って右、ありがとうございます。はい、どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？今の時点で全く聞き取れなくても問題ありませんよ。続いて私からキーワードを10個提示します。こちらです。まっすぐ、ありがとうございます。ここ、十字路、右、行ったら、そうですか。とりあえず、見てみます。左。はい。それでは続いてこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。あとここにもあるんですね。切り取るけど、大倉ってそこを大倉、はい。順路を右ずっと行ったら、はい。そうですか。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい。左行って右、ありがとうございます。はい、どうでしたか？まっすぐとか十字路といったキーワードが聞き取れましたか？続いてそれぞれの会話について私から解説します。まずは最初の会話です。山さん。山さん。
すぐまっすぐですか？ありがとうございます。この時、動画を撮る前にお店の方が山さんという店があるよと教えてくれました。それで私はその店の名前を復唱して確認するためにこのように言いました。山さん。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。そして続いてお店の方がこのように言いました。山さん行くならそこ。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。ここで動詞の行くを変化させた形、行くならが使われています。行くならというのは条件を表す動詞の形の一つです。山さん行くならそこ。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。条件を表す動詞の形で皆さんが最初に勉強するのは4つあります。たら、と、ば、なら、この4つです。実は今回の会話の中ではそのうちの2種類が使われています。一つは今出てきたならの形です。行くなら。そしてもう一つはこの後の会話に出てくる行ったらです。この行くならと言ったらは両方とも条件を表す形です。ただし、行くならと言ったらは使える場面が少し違います。詳しい違いについてはこの後解説しますね。今はこのならが条件を表すということだけ覚えておいてください。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。今出てきた行くならのならという形は主に相手の状況とか会話の内容を受けて自分の意見とかアドバイスを伝えるときに使います。今回は私が寿司屋へ行きたい、そして教えてくれたこの山さんへ行きたいという状況、そのように話をしたのでお店の方はそれを受けてアドバイスとか意見を言ってくれました。そのためここでならが使われています。山さん行くならそこ。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。その後私は行き方についてお店の方に聞きました。まっすぐですか？ありがとうございます。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。まっすぐというのは全く曲がらないということ。それから寄り道をしないで目的地に直接行くことを表します。まっすぐ。会話の中でよく出てきます。今回は私はまっすぐですかというふうに言いましたが、後ろに動詞をつけてまっすぐ進む、まっすぐ歩く、まっすぐ行くというふうに表現しても構いません。また他にも曲がらないでという意味だとヘアアイロンを使って髪をまっすぐにするとか線をまっすぐに描くとかこのような使い方もよく見られます。そして寄り道をしないで目的地に直接行くという意味の使い方としては例えばこのような例文があります。授業が終わったらまっすぐ家に帰る。学校から家まで途中で別のところに行かないで直接帰ります。これをまっすぐ帰ると言います。このようにまっすぐというのは曲がらない直線という意味とある目的地へ行くとき他を経由しないで寄り道をしないで直接行くという主に2つの使い方があります。今回の場合は曲がらないという意味でまっすぐと言いました。道の案内をするときにもよく使われます。この道をまっすぐ進みます。まっすぐ行ってくださいというふうに使います。まっすぐですか？ありがとうございます。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。そしてもう一軒の店、大倉についても地図を見ながらこのように話をしました。あと、ここにもあるんですね。あと、ここにもあるんですね。切れとるけど。
大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。ここで私はですねという形を使いました。ですねは以前聞いた情報を再確認するときに使います。さっきお店の方がこの近江町市場にはおすすめの店が2カ所あると言いました。そして1カ所はまっすぐ行ったところにある山さん。そしてもう1カ所はまた別のところにある大倉です。そしてお店の方がこう地図を示してくれたので、私はそれについてこのように言いました。あと、ここにもあるんですね。あと、ここにもあるんですね。切り取るけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。その後、お店の方がお店について詳しく教えてくださいました。ここに切れとるけど大倉ってそこを十字路を右にずっと行ったらある。あとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。この部分は少し長いし早いですよね。会話のスピードがちょっと速い部分ですね。まず最初、ここにと言いますね。ここに。これはここにあるのあるが省略された言い方です。ここに。あとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。そして続いて切れとるけどです。この部分は切れているけどと同じ意味です。これは時々東京以外の地方都市に行くと聞かれる言い方ですね。切れとる。でも意味は切れていると同じです。切れとるけど。あとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。この地図の中で左端の部分におすすめのお店大倉が表示されているはずなんですが、その部分はもうここまで、切られていますね。切り取られています。なのでお店の方は切れ取るけどと言いました。あとここにもあるんですね。切れ取るけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。ここに切れ取るけど大倉ってあとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。この大倉という店の名前の後ろの小さいつとての部分、大倉って、このての後ろにはいろいろな言葉が入れられます。例えば、大倉っていう店があるとか、大倉って書いてあるなど、このてはとに置き換えられます。会話の時にこの小さいつプラスての形でというのがよく使われます。大倉と書いてあるイコール大倉って書いてあるです。会話の時によく使われます。ここに切れとるけど大倉ってあとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。そしてその後具体的な生き方を教えてくれました。そこを十字路を右にずっと行ったらある。あとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。十字路はわかりますね。この十の形、漢字の十の形のようなこのような道ですね。これを十字路と言います。お店のすぐ近くにあるその十字路を指して、そこを十字路をと言いました。あとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。その後、その十字路を具体的にどうやって進めばいいのかですね。あとここにもあるんですね。切れとるけど、はい、大倉ってそこを大倉、はい、順路を右ずっと行ったら、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。このように
十字路の後には十字路を右とか十字路を左とか十字路をまっすぐというような方向を示すような言葉がよくつなげられます。今回の場合は十字路を右にずっと行ったらある。あとここにもあるんですね。切れとるけど、大倉ってそこを大倉、十字路を右ずっと行ったらあ、そうですか、ありがとうございます。さあ、そしてここでもう一つの条件を表す表現、行ったらが出てきますね。さっき会話の中で行くならが出てきました。行くならと行ったらは両方とも条件を表します。行ったらある。この時間の経過はまず行きます。そうしたら店があります。店が見えます。という時間の経過の順番ですね。行ったらある。なので A たら B というこの文法の形であれば A をします。そうすると B が実現します。というような時間の流れです。A たら B。他の例文としては例えばこのようなものがあります。宝くじが当たったら世界一周旅行をしたい。宝くじが当たったら、これは条件ですね。この条件が満たされたら、宝くじが当たるというこの条件が満たされたら、世界一周旅行をしたい。このような希望がありますね。世界一周旅行というこの希望を実現させたいです。宝くじが当たったら世界一周旅行をしたい。このように A、たら、B の形です。また、たらについては実は仮定条件と確定条件というこの2種類の条件で使うことができます。仮定条件というのは本当にそれが実現するかわからないというのが仮定条件です。もしもの話です。そして確定条件というのは基本的にこの地球で生きている限り、また自分のこの生活の中ではほぼ確実に発生することです。例えば、10時になったら授業を始めます。9時の後は10時ですよね。確実に発生することですよね。なので、10時になったら授業を始めます。これは条件ですけど、でもその条件はもしもじゃないですね。確実に発生する条件です。こういう時もたらが使えます。これはならは使えないので、たら特有の使い方ですね。また、毛利さんが帰国したらみんなで食事をしましょう。毛利さんは今海外に住んでいて、でも帰国します。そのような予定があります。その場合はこれも確定条件に入ります。毛利さんが帰国したらみんなで食事をしましょう。このように、たらはいろいろな場面でも使えて、さらに仮定の条件と確定の条件と両方で使うことができます。結構使える幅が広いですね。条件を表す形、たらとばならの中で、たらは一番便利です。なぜ便利かというと、使う時の制限がほとんどないからです。大部分の場面でたらが使えます。では、ならはどうかというと、ならはたらよりも少し制限が多いです。ならが一番よく使われるのは、誰かと会話をしていて、その相手の状況とか、相手の会話の内容を受けて、その一部分を引用して、自分の意見とかアドバイスを伝える、そのような場面で、何々ならという形がよく使われます。例えば、このような会話があります。今度、宝くじを買いに行こうと思っています。そうですか。宝くじを買うなら、有楽町の売り場がいいって聞いたことがありますよ。へえ、じゃあ週末行ってみます。宝くじを買うなら、相手が宝くじを買うと言いました。それを受けて自分の意見とかアドバイスを言います。宝くじを買うなら。ちなみにこの有楽町の売り場は本当にすごく有名で、
特に年末の宝くじを発売する時期になると長い列ができます。私も実際通りかかってその列を見たことがあります。有名ですね。なので宝くじを買うなら有楽町の売り場がいいって聞いたことがありますよ。このように奈良はよく使われるのが相手に意見とかアドバイスを、伝えるとき、その時によく使います。今の店員さんの話、もう一度全部言うと、ここに切れとるけど大倉って、そこを十字路を右にずっと行ったらある。あとここにもあるんですね。切れとるけど、大倉って、そこを大倉、十字路を右ずっと行ったらある。あ、そうですか。ありがとうございます。そしてその説明を受けて私はこのように言いました。ああ、そうですか。ありがとうございます。あとここにもあるんですね。切れとるけど、大倉って、そこを十字路を右ずっと行ったらあ、そうですか。ありがとうございます。その後続いて私はお店の方にこのように伝えました。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。左行って右、ありがとうございます。今回お店の方は2箇所教えてくれました。山さんと大倉。山さんは今私たちが話をしているその場所から近いので、私は先にそこを見に行こうと思いました。それでこのように言いました。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。左行って右、ありがとうございます。このとりあえずというのも会話の中でよく出てくる表現です。他のことは一旦置いておいてとか、第一に、すぐにという意味があります。とりあえず。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。左行って右、ありがとうございます。今回の場合は2箇所教えてもらったんですが、そのもう1箇所の方、大倉の方は一旦置いておいて、まず最初に山さんへ行きますという時にとりあえずと言います。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。左行って右、ありがとうございます。他にとりあえずを使った例としては、例えばこのようなものがあります。レストランで注文するとき、とりあえずビールと枝豆をお願いします。日本人の注文の仕方は、まず最初に少し注文して、食べて、で、また注文して、食べて、また注文してという感じで、注文して食べて、注文して食べてというのを繰り返すスタイルが多いです。最初に全部一気に注文するというのは少ないですね。なので、実際には後でいろいろ注文するんですが、それは一旦置いておいて、まず最初に注文するものは枝豆とビールです。このように伝えたいときに、とりあえずと言います。とりあえずビールと枝豆をお願いします。それからこのような例文もあります。例えばみんなで仕事をしている場面で仕事の量が多くて今日中には終わらない、まだたくさん残っているという状況。その時にまだ終わっていないけどとりあえず今日は帰って休みます。明日また頑張ります。これはもう残っている仕事は一旦置いておいてという感じですよね。仕事は一旦置いておいて今日は帰ります。そして明日また再開します。明日また仕事をやります。このような場面の時にもとりあえずと言います。まだ終わっていないけどとりあえず今日は帰って休みます。明日また頑張ります。このようにね、とりあえずというのはよく使われる表現です。今回の場合はとりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。左行って右、ありがとうございます。そして今回のこの私の話した内容にはいろいろと省略がされています。山さん先見てみますというこの部分ですね。正式に文で書くんだったらここは
山さんを先に見てみますです。おとにが入ります。でも今回私はそれを言わないで省略して山さん先見てみますと言いました。日本人の会話ではこのように省略がよく見られますね。特に助詞はよく言わないっていうことがあります。山さん先見てみます。というちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい、左行って右、ありがとうございます。その後の見てみますという形、動詞の定型プラス見るの形です。その行為を試しにするとか、いいかどうかわからないので実際に行動して確かめるという意味があります。これも会話でよく使われますよね。皆さんも聞いたことがあるかもしれません。例えば、歌ってみたというこういうコンテンツがありますね。有名な歌手の歌を一般の人が歌ってそれを、ソーシャルメディアで公開するというね、そのようなコンテンツ、それを歌ってみたと言います。これは試しにそれをやりますというような感じがあります。歌ってみた。他にも何々って見るの形。例えば、初めて納豆を食べてみましたが、意外と美味しかったです。ちょっと挑戦するような感じですよね。試します。初めて納豆を食べてみましたが、意外と美味しかったです。あの映画面白かったですか？じゃあ今度私も見てみます。今度私も見てみますというのは本当にいいかどうか実際に見て確かめるというようなニュアンスがありますね。じゃあ今度私も見てみます。今回の私の会話の場合はそのお店ですね、実際に行ってそのお店どんな感じか確かめるというような感じです。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい、左行って右、ありがとうございます。その後、お店の方がまた行き方を教えてくれました。そこを左行ってすぐ右。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい、左行って右、ありがとうございます。ここでもやはり助詞が省略されています。左へ行ってというこの方向を表すへが抜けています。もしちゃんと文で書くんだったら左へ行ってですが、会話なのでこの A が省略されていて、そこを左行ってすぐ右。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい、左行って右、ありがとうございます。この説明を受けて私も確認のために同じ内容を繰り返しました。左行って右、ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい、左行って右、ありがとうございます。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画を一度見てみましょう。今一つ一つの会話について確認してきたので、ある程度の内容が聞き取れるはずです。挑戦してみましょう。それでは見てみてください。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。あとここにもあるんですね。切り取るけど、大倉ってそこを大倉、はい。順路を右ずっと行ったら、はい。そうですか。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい。左行って右、ありがとうございます。はい、いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初に字幕がない動画を見たとき、全くわからなかった方も、この後見たときにはある程度内容がわかるはずです。ぜひ挑戦してみましょう。それではどうぞ。山さん。すぐまっすぐですか？ありがとうございます。あとここにもあるんですね。切り取るけど、大倉ってそこを大倉、はい。順路を右ずっと行ったら、はい。そうですか。ありがとうございます。とりあえずちょっと山さん先見てみます。ありがとうございます。はい。左行って右、ありがとうございます。それではここで道を尋ねるときによく使う表現をいくつかご紹介します。まずキーワードとしては、どこ、どうやって、行き方、教えてください
尋ねるときにはこのキーワードがよく使われます。例えば、お手洗いはどこですか？お手洗いはどこにありますか？南出口へどうやって行けばいいですか？南出口への行き方を教えてください。南出口への行き方を教えていただけませんか？最後の教えていただけませんかはとても丁寧な言い方です。でも皆さんがもし複雑で覚えられないと思っているなら、簡単な教えてくださいでも十分です。生き方を教えてください。そして相手の日本人が生き方を教えてくれるとき、使うキーワードは右、左、前、後ろ、まっすぐ、曲がる。このようなキーワードがよく使われます。例えば十字路を右に曲がります。十字路を左に曲がります。十字路をまっすぐ進みます。このように使います。また、こっち、そっち、あっちという言葉もよく使われます。こっちはここ、そっちはそこ、あっちはあそこです。会話の中でこのこっち、そっち、あっちというのもね、使われることがあります。例えば、あっちの道をまっすぐ行きますとか、こっちの道路を左に曲がりますとか、こっちそっちあっちというのもね、聞かれるかもしれません。はい。それでは本日の動画は以上です。今日は道を尋ねる時に使う会話について紹介しました。もし皆さん日本へ来て場所を知りたい、生き方を知りたいという場合には、ぜひ今日の動画の内容を参考にしてください。実用日本語シリーズでは他にもいろいろな日常生活での会話をご紹介しています。興味がある方はぜひ他の動画も見て参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。